どうもこんにちは、山時です。です。はい、というわけでお久しぶりでございます。もうかれこれ3ヶ月ぐらいは動画出してないんちゃいますかね。ということで、久しぶりのね、ちょっと動画投稿になってしまったんですけど、はい。今回はちょっと新たにね、お車を買いましたので、ご紹介できればいいかなというふうに思ってます。はい。はい。今回、紹介する車両は、もうちょっとサムネでも分かってると思うんですけど、バスです。バスです。バスです。はい。バスです。バスです。はい。バス3代目です。バスは、今まで、その、白いバスと赤いローザと、今回のこのバスになるんですけど、すべて所有はちょっとね、さすがに難しいので、入れ替えっていう形で、はいここまでね、来てます。はい。で、今回この購入したバスについては、キャンピングカーとか、そんな感じの、その旅をする目的、車中泊をする目的の、バスを購入したんではちょっとないんですよね。うん。はい。なので、ちょっと今までの、今まで、キャンピングカーとかに改造してきたんですけど、ちょっと、そういうのとは違ったバスですよっていうことで、紹介できればいいかなと思います。はい。はい。というわけでね、ちょっと今、この車両のバンパーに今、座ってるんですけど、この横にね、この丸いお目目が、こうデメキンみたいなライトついてるんですけど、これライトなんですよね。もうこのライト見ても分かる通り、もうとってもレトロなバスになってます。はい。このレトロなこのバスなんですけど、これをね、今後、キッチンカーにしたいということでございます。で、はいこの3ヶ月も、動画投稿全然できてなかったんですけど、ずっとね、キッチンカーの方で、営業してたので、なかなか動画更新できずにいました。以前までは結構、週に、1本か2本ぐらい、出せてたんですけど、今は完全にキッチンカーの方にちょっと、お仕事の方をちょっとシフトしてまして、YouTube の方全然撮れてないっていう状況なんですけど、こうやってね、新しく、ちょっとレトロなバスをね、購入したので、紹介していきたいと思います。はい。で、今後このバスがね、ちょっとキッチンカーに変わるんで、ぜひその辺もね、楽しみにしてほしいところでございます。はい。はい。というわけで、ちょっと全体の方、見てもらいたいと思います。はい。はい。というわけで、こんな感じのバスを購入しました。とってもレトロなバスになってます。はい。というわけでですね、今、僕たちが、やっているキッチンカーのトラックがこっちになりますね。この緑色の、キッチンカーなんですけど、今後、このバス型のキッチンカーに移行していこうという形になります。はい。で、今は本当にもうね、納車されたばっかりなので、もう本当にここに展示してあるような展示物みたいな感じになってましてですね、大人の方からお子様の方まで、大人の方からね、お子様まで、皆さんにね、こう、写真撮ってもらったりね、楽しんでもらってる状況です。というわけで、ちょっとぐるりと、ちょっと見てみましょうか。はい。はい。まずね、特徴的なこの、顔もそうなんですけど、ここですよね。うん。ここ。一番外観で目を引くところ。ここステップですね。ステップになってます。これはね、ここからは入れないんですよ。入れない仕様になってます。もともとトップドアと、あと中間の真ん中の中扉のステップがあるんですけど、もう完全に前のトップドアの方はもう廃止して、こういう形にしてあります。こういう感じで仮装されたバスってことですね。でもこう懐かしいよね。こっち前と後ろあったような感じはさ、白いバスと。あ、そうだね。ここをね、ロープを外してもらうと、実際ここは扉があった場所なので、登ることも全然できます。もう本当にステップ、ただの階段って感じ。そうですね。結構高さはあるけどね。感じ。そうですね。2ステップのバスですね。それではね、もう少し前の方をね、ちょっと見ていきたいと思います。正面から見ると、フロントガラスが、こんだけしかないんですよね。こっちはね、もうさっき見てもらった通りステップになっているので、ワイパーがなんと1本しかありません。ワイパーが1本でこうなる感じですね。これもなかなか変わってますよね。で、なぜか808。この番号はちょっとわかんないですけどね。ちょっと語呂が良かったんですかね。末広がりっていうことで。で、こういうね、よく見ると、こういう塗装がね、こう、クリアが浮いてきとるとかっていうのもあったり、サビもね、多少、
まあ、出てきとるんですけど、まあまあその辺はレトロな車両ってことで、それも味ですよね。横から見てみたいと思います。はい、こう見るとすごいバスが大きいのがよくわかるね。この車両は、日野のリエッセっていうね車になってます。一番最初に所有してた白いバスよりかはだいたい車両のサイズでいうと2メーター短いんですけど、これはちょっと仮装されとって7メーター40あります。白いバスよりかは 1.6 メートルほど短くなってます。で前回のローザが約7メーターやったんで、それよりかは40センチ長くなってますね。はい、であとは特徴的なこの上の仮装された部分ですよね。この部分があるので若干前高もね高くなってます。約だいたい3メーターぐらいですね。結構横から見ると大きく見えますね。高いよね。ジャンプしてみてください。いや、ジャンプ力バレるやん。いやバレましたね。でですね、あとなんか扉がいろいろ開くところがあるんですけど、ここは燃料ですね、軽油で。ちょっと他開けれたら開けてみたいと思います。多分この辺も開くんじゃないですかね。開かないんかな。ここは多分開かない。開かない。多分開かない。ここはでもね、なんかねレバーみたいなのがあるんですよ。よかった。いや、行くの？あっちも行くんかな。開きました、開きました。ここはエンジンの横ですね。多分これはエアクリーナーかな。乾式エアクリーナーって書いてある。でこれはなんかエアタンクかな。こんな感じ。次後ろです。白かわいいんよ。後ろも可愛いですよね。すごい。なかなかおしゃれな。スペアタイヤのカバーに見えるんですけど、これは中に入ってないですよね。多分ダミーです。開けれる？なんですけど、エンジンの中見ようと思うと、これを外してくださいと。ここにね、扉を開けるときはカバーを外してくださいと。あ多分これでいいんでしょうかね。あ。からです。カバーを外すと、元のリエッセのなんかそうだね、バスだね。ね、あれが開けるんですよ。ガバってそこ手突っ込んで、うん。いや、これなんかボタンかな。ボタンや。あ、ほんとや。ボタンがありました。すご。リアエンジンですね、このバスはね。前回のねローザはフロントのエンジンやったんですけど、今回はね白いバスと同じリアのエンジンのタイプになってます。なので結構雪道とかも白いバス強かったやんか。結構リアにね、リア駆動のリアエンジンやから結構雪道とかも、行かないですけどね。強いけど行かないですよ。行くみたいなやめて。行かないです。はい。で、今回めちゃめちゃね整備してもらいました。1月の半ばに契約させてもらって、今回、4月の頭に納車になったんですけど、その間すごいね見ていただいて、タイヤも結構2023年とか結構新しいタイヤに変えてもらったりとか、その他悪いところはもうバッチリ変えてもらったりとかしてあるんで、今後気持ちよく乗ってくれるかなというふうに思ってます。はい。あとはその整備でエンジンオイルフィルターとか変えていただきまして、ベルトもめちゃめちゃ綺麗ですね。めちゃめちゃ綺麗に整備していただいてます。で、あとこのエンジンはターボがついてます。多分一番奥についてるやつやと思うんですけど、あれターボですね。実際ねまだ走ってないんですよね。正直なのでその加速感とかはまだちょっと分かんないんで、また次回の動画でお伝えできればいいかなっていうふうに思います。はい、こんな感じでございます。次はこっちですね。多分こっちも多分一緒ですよね。
がなんか簡単やったな。はい、この辺りはやっぱ白いバスと同じような感じですよね。広さ的には多分そんなに変わらへんのちゃうかな。なんか檻っぽいな、ここだけ。でもなんかこの中に仕込もうとかっていうのはなかなかちょっとやっぱり難しいね、難しいよね。このカラーリング可愛いよね。このゴールドとね。そうそうそう、ゴールドと、しかも一番下にこう水色が入っとったんやと思ってさ、ちょっと気づかんかったな。なんかちょっとこの差し色が可愛い感じじゃない？なかなか可愛い。うん。開くそこ。ここどうなんやろ。開かんか。ここは下を覗くとこのレバーがあるんで、これはエアのタンクの空気水抜きですね。あった。あった。あったあった。あれもう一個か。あ、いた。置いた。開けてみます。おお。あ、バッテリーだ。ここか。そう。バッテリーも新品に変えてくれてありますね。素晴らしい。ありがとうございます。いやー、このバッテリーね、やっぱ高いですからね。はい、で、ここを引っ張ると、バッテリーのこのスライドをしてきて交換が楽に行えるということでございます。ただバッテリーめっちゃ重たいんでね、まあ楽ではないですけどね。こんな感じでここにはバッテリーが入ってます。この中はちょっと開けないですけど、伝送品がありますということで水かけ現金ってなってます。というわけで、外装ぐるりと見てみると、こんな感じになってました。はい。自分たちもね今初めて開けたんで、こうなっとるんかということでちょっと勉強になりましたね。うん。次中の方ね見ていきたいと思います。中も全然まだ自分たち見てないんで、皆さんと一緒に見ていきたいと思います。はい。中入ってみたいと思います。でもうちょっとねドアのエアは抜いてあるので、もう勝手に押したら開けるんですけど、なんとね鍵付きですよ。鍵付きすごいですね。ここにね鍵があります。今回は鍵付きなのでありがたいです。はい、こんな感じでどうぞ。よいしょ。おー、ぐるりと。というわけで中の方にね入ってきました。はい。まずね目を引くのがこの椅子ですね。こんな感じでレトロな椅子になっております。ね。この木製のね、そうシートなんですけど、これ側だけ木製であって中は鉄の、フレームがしっかり入った、シートになってます。すごい可愛い。可愛いよね。すごい可愛い。ね、結構これで一目惚れっていうかさ、いいよなってなって買いましたね。本当に列車みたいな感じで、すっごい可愛い。緑のねシートの方はねすごい可愛いんですけど、その他はね至って普通のこのリエッセの内装になってます。天井とかこのエアコンのダクトですね、吹き出し口のとことかは多分普通のリエッセと多分変わらないんじゃないかなっていうふうに思います。これ椅子なんですけど、この椅子とこの椅子とこの椅子とこの椅子は、取り外した、シートになってます。でリアエンジンの上に乗っかってる、4人掛けの一番後ろですね、ベンチシートは、そのままなんですけど、この123脚は外して、構造変更で11名乗りまで落として登録してあります。これもねお店の方にやっていただきました。なので、定員はね11人になってます。なので2ナンバーですね。はい、2ナンバーで乗り合い自動車になってます。免許区分で言うと普通免許では乗れないですね。はい、準中型でも乗れないし、中型以降の中型か大型免許どちらかですね。はい、で運転できるようになってます。ちょっと運転席の方見ていきたいと思います。
とね座る時にねこの棒ギアが結構引っかかりまして乗りにくいですね。はい、こんな感じでシートはね結構ふかふかですね。前の路線バスよりかはふかふかしてます。で、メーターの方がですねこんな感じになってます。回転のタコメーターと、あとエアーですね、フロントリアのエアーと燃料と水温とスピードメーターっていう風になってます。と原車確認行った時にねちょっと排気ブレーキのランプがつきっぱなしだったんで、その辺もね修理で直していただいてます。あとはこっちがスイッチになってますね。これが扉のスイッチで、室内灯前のステップ灯っていうような感じで、この3つは使われてない感じですね。あとここに小物入れがあったりとか、下にこれは灰皿、なかなか乗り合い自動車の運転席に灰皿っていうのはなんかどうなんでしょうね昔やなって感じやな。はい、あとはこの辺は後からなんですかね。ちょっとこれのスイッチはちょっとよくわかんないです。あとこのスイッチのこの後ろ側にはサイドブレーキがついてます。はい、サイドブレーキは右側ですね。右手で操作するタイプになってます。そうですね。あとこの辺は路線バスと変わんないですね。はい。でこの運転席のこの上側にはねこのサンシェードがついてて、下ろすとこんな感じで日よけになります。すごいいいですね。このレトロな感じ、この緑のねいい感じです。これがほとんどの全部の窓についてる感じですね。はい、でこっち側を向いてみるとこの特徴的なこの窓の感じですね。ただ運転席からこうやってちょっとねこうやるとすぐそこ見えるから意外と視覚はないかもしれないですね。まあミラーもあるしね。そうやね。結構その辺の視覚は意外とないかもしれないですね。普通の車と比べると。じゃあしやすいんかな。ね、逆にこの視覚とかのいう意味では結構いいかもしれないですね。運転しやすいのかもしれないです。あとはその雨の日に走ってみてどうかですよね。そうだね。どんな感じなのかっていうことですよね。雨が気になる。あとですね、この車はマニュアルなので5速ミッションになってます。ちょっとだけねここ駐車場に入れる時に運転したんですけど、2速の感覚がね入れにくい感じですね。通常の2速やと普通に前に押したら前にね倒すと2速なんですけど、ちょっと癖ありまして、ちょっと左に倒してから前っていう感じですね。なので中心がねちょっと違うんですよね、2の。それが一番慣れるの時間かかりそうです。バックは思いっきりグッと押して、バックなんですけど、ちょっとね左に倒してこれが2速ですね。なかなかちょっとで普通に前に入れてしまうと多分4なんですよ。ちょっとこの辺がねちょっと難しそうですね。ちょっと慣れるまで。これが一番慣れるの大変そうですね。なんか今までと違ってさ、すごい棒じゃん。棒やな。床から入ってますそう、ね。なんか変な感じ。前のはね白いバスはね FF シフトでフィンガーシフトですね。エアーで吸い付くような感じのこう指でやるともうスコンって入るような感じのシフトやったんですけど、今回のは棒ギアで機械式で、リンクがつながってるので、まあ故障面で言うと結構安心かなっていうような感じはしますね。あとはですねバックモニターですね。内気外気のスイッチですね。これはカセットテープオーディオ関係ですね。ここの箱は何かというとあ、やっぱり。ヒューズ関係ですね。これあるから取っておきましょう。
後ろを見るとこんな感じで。うん。ここは結構台が多分タイヤハウスか。そうやね、タイヤがこの足元の下にこっちとこっちとあるので、そこだけちょっとね膝が上がるような感じですよね。うん。これ気になるやろ。ここ何入っとんですか？まだ見てないよね。うん。どうぞ。じゃーん。おっと、何も入ってなかった。まあでもまあなんかその業務的なものをここにね多分入れとったんでしょうね、うん。きっとね。まあこんな感じで、前から後ろを見るとこのような感じになってます。最初はこの11人にする前は、まああのシートはもちろんついてたんですけど、あとは立ち乗り席がついてました。なのでここにねビスの穴があるんですけど、この手すりですね、手すりとかそのつり革じゃないけどこの手で持つところとかですね、あとはこのこういう縦のステンレスの棒やね、その立ち席のこの持つ棒がですねところどころついとったんですけども、それも取って立ち席もなくして11人という形になってます。なので、前回は多分高速乗れない仕様やったんですけど、今は高速乗れるようになりました。そうですね、シートベルトもこれは全部ついてます。まあ2点式ですけどね、はい、よく動画内でしてないよって言われるパターンのやつですね、服に隠れちゃってね、ちょっとねお腹が出とるとね隠れちゃうんですよねまあそんな感じでシートベルトは全部ついてまして、高速は走れるようになってます。次ですね、この、真ん中から半分後ろですね、このこのリアのヒーターですね、これも点検中に調子が悪くなってこれも変えていただきました。なので結構ピカピカですね。もう調子バッチリです。一回シートを出しましょうか。ちょっとここにね浮かしますね。後ろは一段ちょっと上がる感じにここからねそうなってる。上がってますね。立てる？ギリ立てます。靴履いとって。上でも木とか下木張っちゃうとそうやね、ここ木とか内装を作っちゃうとこうあれやね。多分無理ですね。下もね、この辺はこのままですかね。そうやね。降りるとこんな感じ。ああ。20センチあるかないかっていうぐらいですかね。こんだけなんで18とかそれぐらいですかね。靴履いとって、靴履いてなかったら多分20ぐらいあります。で上がると、まあこんな感じだね。まあギリギリ当たらないですね。でこのシート外したやつなんですけど、これもね外してもらったやつはもう車内に入れてくださいということで入れていただきました。今後キッチンカー、今のトラックのキッチンカーを中を一回ちょっとどんがらにして自由に休憩してもらえるスペースに作り変えようと思ってます。その時にこのシートを活用できればいいかなっていうふうにね思ってます。いいよね。いいと思う。レトロでね、こっちと向こうで揃えて、これ横向きのシートやったんですよ。これ、実際ついてたのが本当にここもこんな感じでめちゃめちゃ低い感じやね。で後ろはまあこんな感じでいいね。ここすごいいいですよ。結構広いよね。123、まあ4人掛けなんですけど十分広いですね。そうやね。子供とか入れたらもう全然いっぱい座れるよね。寝てみましょうか。恒例のすぐ寝る。恒例のどんだけ広さがあるのか。いや十分でしょ。十分本当やな。休憩できるね。十分休憩できますね。まあちょっと腕はね当たっちゃうけど十分休憩できます。170、180もないよね。あるよ、全然ある。2メーターぐらいある？と2メーターぐらいあるんちゃうかな。かなり広いですよ。これで多分180ぐらいなんで。というわけで、今ちょっとねこう寝転がってみたんですけど、今後そのキッチンカーにね、改装するんですけど、一部この一番後ろのシートに関してはそのまま残しといて、乗車定員変えずにね、でここをねちょっと休憩室みたいな感じで仕切って、営業中にね、休憩できるスペースとかっていう感じで、1メーターぐらいですかね、ここからここぐらいまでちょっと空間仕切って、で厨房みたいな感じでやってみようかなと。今回このリエッセをね、このバスを
購入した、理由の一つとして、今、三重県だけで営業許可を取ってるんですけど、今後は可能であればね、県外、例えば和歌山とか愛知とかっていう風に、キッチンカーで出店できればいいかなっていう風に、このバスで実現できればいいかなっていう風に思ってます。っていうことは、車中泊も少しできるようなね、休憩できるようなスペースを残しつつ、できればいいかなというふうに思ってます。トラックやとどうしてもね、家族3人、やっぱはーちゃんもついてきてもらうことになるから、その際にね、やっぱ3人、厨房しかないからさ、厨房で寝ることはなかなかできへんやんか。これだと座席の分も残しときつつ、休憩室もあったりで、ちょっと遠出した時に、簡易的にね、車中泊できるじゃないかというふうに、考えてます。なので、三重県からちょっと飛び出してね、いろんなところに、出店できればいいかなというふうに、今後の野望ですね。そういうのも、視野に入れてね、やっていきたいと思っています。はい。はい。というわけでございました。はい。はい。というわけで、今回はね、このリエッセの、ルームツアーということで、紹介させていただきました。はい。夏頃には、キッチンカーにできるように、ちょっと仕事の合間を見てね、ちょっとずつ改装していきたいと思ってます。はい。しばらくはちょっと手つけることができないんですけど、最初のうちはちょっとね、この状態を楽しみたいなというふうに思ってます。ちょっとすぐにね、改装してしまうのもちょっともったいないから、ちょっとこの状態を楽しみたいなということで、少し走ったり、車中泊はちょっとできるかわかんないんですけど、ちょっとキャンプみたいな感じのをね、楽しめたらいいかなというふうに思ってます。このね、レトロなバスなんですけど、購入金額ちょっと発表したいと思います。はい。せっかくなので。はい。はい。こんなバスいくらで買えるのなんてなかなかわからないじゃないですか。一応ね、参考になるかわかんないですけど、ちょっと発表してみたいと思います。はい。車両本体と、あとは、その他、もろもろ、整備とかですね、すべて諸費用込みで、210万円でした。10万円っていうのは、プラス構造変更をね、お願いした分なので、実質、諸費用もろもろ込みで、約200万円という形の金額になりました。いろいろね、修理してもらう部分とかね、そのタイヤ交換だったりとか、その他不具合があった部分があったので、それも全てね、交換してもらって、点検もしてもらって、あとは、少し磨いてもらったりとか、構造変更とかね、してもらって、この値段だったんで、なかなかいい買い物ができたんじゃないかなというふうに思ってます。で、それ以上にね、次キッチンカーにして、いっぱいお客さんがね、入ってくれれば、それでよしなのでね。これはもう次の投資ということで、自分たちは良かったんじゃないかなというふうに思ってます。ね、やっぱりお客さんに喜んでもらいたいね。そうね、その顔が一番見れるのが嬉しいんですよね、やっぱね。はい。今はちょっと難しいんですけど、今後はこの中に入ってもらって、テイクアウトしてもらったものをね、この中で自由に休憩してもらいながら飲んでもらったりっていうのもね、していこうかなっていうふうにも考えてます。はい。で、完全にね、ちょっと階層に入ってしまうとちょっと難しいかもしれないんですけども、しばらくの間はね、いろんなこと考えながら、どうやって活用していこうかというふうな感じで、やっていこうかなというふうにも思ってます。はい。今後はね、この、レトロなね、リエッセのバスをね、ちょっとずつ、楽しみながら改装していきたいと思ってますので、ぜひね、楽しみにしていてください。はい。はい。というわけで、今回の動画は以上になります。そしたらまた、バイバイ。バイバーイ。